この木すごいですよ。こっからこれ、はい、これムキタケですね。これ全部取ったらすごい量になりますね。これこっちの方にもあって、はい、こっちの方にも、はい、もうずっと向こうまで、それから上の方にもあります。この辺にもあります。これはすごいですね。はい、これですね。先日取ったのに比べたらちょっと一回り小さいですけども、十分、食に耐えられる大きさだと思います。はい、今日は10月3日です。今日はですね、札幌市内里山ホームグラウンド2に来ています。でここ2週間ほどですね、もう2週間以上、札幌地方は雨も降らず気温も平年より高いという日が続いています。こうなるとですね、多分キノコは、非常に厳しいんじゃないかと思います。でさらにですね、今日月曜日ですから、土日に人がいっぱい入ってですね、ただでさえ少ないキノコがですね、取られてしまっているという、こともあります。でもちろん夜食材はキノコだけじゃないんですけども、秋はやはりキノコがメインになるので、月曜日というのは非常に厳しいんですよね。で最初からですね、非常に厳しいのが予想されるんですが、今日もここをですね、ぶらぶら歩きながら美味しい夜食材を探していきたいと思います。ここ栗がありますね。ちょっと栗を探してみたいと思います。ここにむき出しになった栗が、これ車に踏まれて割れちゃってますけども、ありました。もっとあると思うので、ちょっとここで探していきたいと思います。はい、結局ですね、2つしか拾えませんでした。でも貴重な夜食材ですので、持っていきたいと思います。あとですね、栗を拾ったところの、ところにですね、三つ葉生えてたので、三つ葉もですね、貴重な夜食材なので、取っていきたいと思います。はい、これですね、ここにエゾアカガエルいます。捕まえるとこ取りたかったんですけど、そんなことやってたら多分逃がすだろうと思って、もう網で捕まえてから今移してます。はい、これですね。先日取ったのに比べたらちょっと一回り小さいですけども、十分、食に耐えられる大きさだと思います。はい、それでですね、カエルを取った場所にですね、はい、ナラタケありました。もうナメクジに半分食われてますけども、1本だけ、出てました。いや1本だけじゃないですよ。実はこういう小さいのもあるんですけど、これそうですよね。でもこれは小さすぎるので、この木の裏の方に少しありますかね。これどうでしょうかね。小さいですけども、で裏もちょっと茶色いですけども、今日はそんな贅沢言ってられないので、こういうのも持っていきたいと思います。はい、ここにですね、小さなホコリタケがありました。これですね。いやまだ硬いですね。はい、こんなもんでもですね、今日は貴重な夜食材なので取っていきたいと思います。1本だけ出てるのおかしいんですけども、こっちにありますね。はい、こっちにあるんですけども、
これ道のとこに生えてるので、これ誰かが引っこ抜いてですね、ポイって捨てちゃっても腐っちゃってこれも腐って柔らかくなってます。これはちょっともう柔らかくなっちゃってますね。ということでこの1本だけということになります。キノコですね。これは多分赤もみたけですよね。はい、そうですね。はい。茎にクレーター状の、斑紋があります。ここに雲いますね。1本だけですけども、貴重なので取っていきたいと思います。はい、エズマイマイですね。ちょっと小さいですけども、取っていきたいと思います。はい、ホコリタケですね。こういうのはもうちょっと虫が食ってダメですけども、これいいですね。これここはこの1本だけですかね。あとこれももう虫食っちゃってますよね。これも虫でしょうね、多分ね。こんだけキノコないとですね、ホコリタケだけでも貴重ですね。はい、午後からですね、ホームグラウンド1に来てます。ホームグラウンド2ではですね、ほとんどキノコとか、その他の食材もなかった。エゾアカガエル1匹捕まえましたけど、それでですね、ここ駐車スペースなんですけども、こうキノコがいっぱい捨ててあります。これですね。はい。これフキサクラシメジですね。フキサクラシメジ。もう出始めたんですね、これ。一応食べられるんですけども、まずいんですよね。で、こう捨ててあるわけです。多分この土日にですね、たくさんの人が来てるのが、こういうところからも分かります。それでですね、時間もないので、今日はですね、ピンポイントで、キノコがありそうなとこだけさっと回って、帰ることにします。ここキノコすごいありますね。これはですね、ブナハリタケですね。はい、このようなこれ上向いてますけども、普通はこう逆なんですけどね、下向いてるはずなんですけども、このひだに当たる部分がこの芯状針のようになってます。でこれすごいいい匂いするんですよ。はい、香水のような匂いがします。普通はもっと大群生するんですけども、たったこの3本が上向きになってるわけで、さらにですね、私見つけちゃったんですけど、この木すごいですよ。こっからこれ、はい、これムキタケですね。これ全部取ったらすごい量になりますね。こっちの方にもあって、はい、こっちの方にも、はい、もうずっと向こうまで、それから上の方にもあります。この辺にもあります。これはすごいですね。これ取ってったら袋いっぱいになっちゃいますね。適当に取っていきたいと思います。すごいですね。これです。この虫です。この虫が食い荒らすんですよね。これヌメリスギタケモドキにもついてるやつです。ムキタケにもこのようについてますよね。
もったいないからこれ持ち帰りますけども、虫はまずいので、捨ててきます。ああ、また虫ですね。キノコ少ないからこの虫もですね、もうここに集まるしかないんで大変ですよこれね。比較的この上向いてるですね、こういう方のが虫いないと思います。でしかも色が濃くって美味しそうですよねこっちも。ああ、そうでもないですね、見ましたね。もう全部入ってますねこれ。はい、ムキタケを取ってたらですね、カタツムリまで来ました。札幌前までですね。はい、貴重なタンパク源なのでこれも確保しておきたいと思います。はい、ムキタケこのカゴに軽く1杯取りました。まあもうこれで十分なので、家に帰りたいと思います。はい、そこがもう駐車場なんですけども、帰り際にですねこれ見つけました。まあ大したもんじゃないんですけども、これですね、落ちてる枝にですね薄平竹出てますね。こっちの方にちっちゃいのがあるので、もう数日だったらもっと良かったかもしれませんが、まあせっかくなんでこの1個だけ取っていきたいと思います。はい、私ここですね、また数日内に来る予定なので、これ大きくなるようにですねちょっと草むらに隠しておきます。はい、
はい、晩酌の時間になりました。今日も、ビールでいってみたいと思います。はい、それではいただきます。まずは鍋からいってみますかね。今日はですね、最後にむきたけが大量に取れて、むきたけがたくさん入ってます。まずはつゆからですね。むきたけから黄色いつゆが出てくるんですね。だから黄色くなっちゃってますね。むきたけの味が出てます。それでは、まずは、むきたけということで、これだいぶ虫にやられちゃってますけども、晩春に出るむきたけはですね、もう虫つかないんですけど、今頃出るやつは虫がついてですね、こんなもうズタズタになってます。ではこれいってみます。はい、むきたけはですね、この味そのものよりもこのゼリー状の食感、これが何とも捨てがたい、ものですね。で次はですね、奈良茸が2本だけ取れて、奈良茸は鍋に入れたのでこの中に入ってるはずなんですけども、その前にこれですね、これも何本か取れて、このアヒージョの方とですね分けてあります。これブナハリ茸ですね。ブナハリ茸。じゃあブナハリ茸いってみたいと思います。はい、ブナハリ茸も、美味しいですね。それでは、奈良茸がこの中に入ってるかどうかなんですけど、あった。これ奈良茸ですね。これ黒くなるからすぐ分かるんですけども、これ奈良茸ですね。はい、じゃあ奈良茸いってみたいと思います。はい、奈良茸もいつもと変わらぬ美味しさです。それでは次はですね、アヒージョですね。今日またですね、エゾアカガエルが1匹取れたんですね。ここに入ってます。これですね。ちょっとこの前取れたのより小さいんですけども、はい、これいってみたいと思います。はい、これは美味しいですね。相当美味しいですね。ここまだしゃぶると肉が骨についてる。こっちは結構もう骨だけなんですけど、これは後で食べますのでここに置いときます。先を急がなきゃいけないので。で次はですね、栗って言いますか。栗現場では2個しか取れてなかったと思うんですけども、その後帰りにですね同じところに寄って、結構取ったし、違う場所でもまた取ったんです。だから結構ありますね。10個近くあります。栗をアヒージョに入れるって初めてやったんですけども、栗だけのために何か違う料理するってなかなか難しかったので、もう、アヒージョにしちゃいました。どうでしょうか。はい、いいですね。もちろん醤油と砂糖で煮た方が合ってるような気がしますけども、
これでも十分にいきます。結構美味しいです。もう栗自体が美味しいですからね。それでは次はほこりたけ。ほこりたけ2つ入ってるんですけど、まあ1ついってみたいと思います。はい。まあほこりだけそれなりの味ですね。まあまずくはないです。全然お酒の魚にはなります。それでは次はむきたけですか。むきたけも一部入れてみたんです。こっちにこれいってみますか。これむきたけ。いいですね。むきたけ美味しいです。非常にこれに合いますね。もう鍋にも合うし、これにも合うし、まあ、むきたけは万能ですね。それでは次はですね、こっちにはいろんな残ったきのこいっぱい入れてあるんで、これですね。これブナハリタケですよね。ブナハリタケ。ブナハリタケいってみたいと思います。はい。ブナハリタケもいいですね。食感もいいし、こういう感じで食べても美味しいですね。それでは次はですね、赤もみたけですね。これ赤もみたけここに2つあるんですけども、まあ1つのやつを半分に割ったんですけど、まあ赤もみたけっていうのはですね、パサパサしてるので、グラタンだとかですね、オムレツとかそういうもんじゃないとダメだって言ったんですけども、まあこれだけ1個だけのためにグラタンやオムレツ作る気にはちょっとならなかったので、アヒージョに入れちゃいました。まあアヒージョこれ油ですから、結構いけるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。これ赤もみたけです。はい、いいですねこれ。全然ボソボソしてないです。油吸ってですね、普通の他のキノコと同じような感じになってます。これはいいですね。赤もみたけの食べ方もう一つ増えました。アヒージョいいですね。それから薄平茸がこっちに入れたと思うんですけども、それとも鍋だったかな。ありました、薄平茸。これですね。まあ薄平茸美味しいので、何やっても美味しいので、これは問題ないと思いますが、まあ一応言ってみます。はい。薄平茸美味しいですね、やっぱりね。もう薄平茸が鍋に入れても何しても美味しいので、いいと思います。それから次はあれですか、カタツムリですね。今日カタツムリ2匹取れて、まあ2匹じゃちょっとあれなので、凍結してあった2匹を加えて、まあ4匹ここにいます。でカタツムリいってみたいと思います。2つぐらい。はい。カタツムリ美味しいですね。このアヒージョにすると非常に美味しいですね。絵面考えるとこういい勝負してますね。それではまあ最後アヒージョの最後、三つ葉なんですけども、まあ三つ葉はまあ取らなくてもよかったんですけども、最初はですね全然もうキノコもないし何もないので、せめて三つ葉ぐらい取っててなんとかしようと思って取ったので、まあちょっとだけここにあるわけですけども、まあ行ってみたいと思います。はい。三つ葉もいいですね。三つ葉の香りがアヒージョにしても失われないで。でもまあそろそろ本当に三つ葉もう終わりですね。今日もこれくらいしか取れなかったですから、そろそろ終わりですね。まあ
次回からはキノコがもっといっぱい取れるので三つ葉取らなくても大丈夫かもしれません。それじゃ最後ですね、これむきたけと豚バラ肉をごま油で炒めたやつなんですけども、むきたけたくさん取ってきたので鍋だけでは消費しきれないので、こういう形にしました。これどんなキノコでも同じなんですけど、こうやると非常に美味しいんですね。じゃあこれいってみたいと思います。せっかくなので豚肉といきますか。それとも食レポなので、むきたけだけにしますか。じゃあむきたけだけ。はい。はい。これは美味しいですね。相当美味しいです。実はこれどんなキノコでも全部美味しくなっちゃうんですけども、むきたけも間違いなく美味しくなってます。というわけで、全ての今日の夜食材全て、食べ終えました。今日はですねホームグラウンドの2の方に行ったんですけども、全然キノコもないし、エゾアカガエル1匹捕まえたんですけども、そのくらいしかなくてですね、これはダメだと思って、でホームグラウンド2と1って非常に近いんですよ。それで1の方にもう午後から行ってですね、でもう時間もないのでもう一発ムキタケ出てんじゃないかなと思って行ったら案の定ムキタケが出てました。でブナハリタケも出てたのでもうそこでそれだけ取ってですね、すぐ帰ってきたというわけです。そろそろブナハリも出始めましたし、もうムキタケなんていう晩秋のキノコも出始めましたから、今後はですね明後日からもう札幌地方もすごく寒くなるそうなので、いよいよキノコもいっぱい出るんじゃないかなと思います。はい、それではこれでお開きにしたいと思います。今日は、ご視聴ありがとうございました。あとはゆっくり、晩酌したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。